進撃の巨人はマーレ編以降、エレンの真意が不明なまま物語が進んでいったため、一つ一つのセリフの裏を読まないと理解しにくい展開でした。今回はエレンの行動を時系列順に見ていき、エレンはあの時何を考えていたのか考察することで、エレンの取った行動や言動の真意を明らかにしていきたいと思います。まず、勲章授与式でヒストリアの手にキスをした時、エレンはグリシャの記憶を介して未来を見ます。その未来とは、エレンが地ならしを発動させ、8割の人類を虐殺し、それをアルミンたちが止めに来ることで、巨人の力が消滅する、という結果でした。この結果に向かって進み続けたエレンの行動は、一見、決まった未来に身を任せているようにも見えますが、全てはエレンの望んだことでもありました。その理由については、こちらの動画で考察しているのでここでは省きます。では、エレンはいつそう望んだのでしょうか。時系列順に見ていきましょう。まずは、海にたどり着いた時のセリフです。向こうにいる敵、全部殺せば、俺たち自由になれるのか。この時はまだ、迷いがあるように見えます。地ならしで人類を虐殺するなんて、本当にしていいことなのか、人間性を捨て、そんな恐ろしいことをすれば、俺たちは本当に救われるのか、自問自答していた声が、うっかり出てしまったのだと思います。またアルミンが、エレンの真意を考えている時に、このコマを思い出し、それは、まさか、と言っている描写があります。そもそも地ならしで殺すのは、人類の8割で、敵を全部殺す未来を、エレンは見ていません。このセリフは、アルミン目線で進む、後半の物語において、ミスリードを誘うものでもあったと考えられます。そして、義勇兵がパラディ島に上陸してきた時のセリフです。本当に運が良かった。敵の上陸を阻止できたのは偶然だ。マーレが本腰を入れれば、敵の規模はこんなもんじゃ済まねえ。なんとかしねえと。この当時エレンは、上陸を阻止できたのは偶然だ、と言っています。そして、自分が何か策を考えなければいけないと、焦っている素振りが伺えます。このセリフからわかることは、見た未来は必然的なものではなく、自分の行動次第で変えられる。と当時エレンは思っていた。ということです。しかし実際は、エレンの見た未来は必然的に起こることであり、未来は何も変わらないことに気づくのは、もう少し後となります。そして次は、射撃訓練場での、ミカサとアルミンとの会話です。時間はねえぞ。時間を稼ぐためには、手出しできないようにしてやるんだ。エレンは常に焦っていました。自分とジークの任期が残り少ない上に、世界がパラディ島に総攻撃を仕掛けてくる日が刻一刻と迫っていたからです。また、仮にアルミンの言うように、話し合いで平和を実現するのであれば、果てしない時間が必要でした。そのためには、敵の軍事施設を攻撃し、パラディ島に手出しできないようにする必要があるとは、すでに考え至っていたと思われます。世界から見れば、俺たちは巨人に化ける怪物だ。そこに誤解はないだろ。もしくは、すでにエレンは、ユミルの民が巨人になれる民族である以上、差別のない平和な世界は来ないという根本の問題に、薄々気づいていたのかもしれません。そして、ヒズルから清美が来訪し、地ならしの選択肢を提示されたとき、地ならしの維持のためには、ヒストリアの犠牲が絶対的に必要となることがわかります。エレンは、104機の仲間が犠牲になることだけは、決して妥協できませんでした。トロッコで、自分の継承者選びについて話していた時も、104機の仲間には継承させるつもりはない、と伝えます。104機の仲間には幸せになってほしい。これは、エレンが死ぬまで、一貫してブレなかった意志の一つでした。また、他の誰かに自身の巨人を継承させるつもりだったということは、見た未来とは何か別の道が、きっとあると信じていたのでしょう。未来をどうにか変えたいと思っていたわけです。ちなみにこの場面では、ある人を助けるために、他の人を犠牲にするのは許されるのか、という、トロッコ問題を連想させる狙いが作者にあったと思います。エレンは、仲間のためなら人類を虐殺してもいいのか、迷っていたのです。そのためエレンは、別の道を必死で探していました。しかし別の道はなかなか見つからず、ヒズルを介した世界との対話の可能性も消えたことで、焦燥感が募っていきます。そんな時、ジークの安楽死計画をイエレナから聞き及び、エレンはそれに承諾したふりをします。なぜなら、後にアルミンが推測していた通り、最終的に始祖の力を使えるのは自分であることを、エレンは未来で見ていたため、逆らわなくてよかったからです。むしろここで逆らえば、イエレナはどんな手段を使っていたかわかりません。そしてエレンは、見た未来の通りに行動していくことを、ここで決心します。ジークの計画に乗ったふりをして地ならしを行使する意思を、フロックとヒストリアに伝え、口裏を合わせました。その後、潜入調査のため、マーレにエレンが初めて上陸した時、そこには未来の記憶で見た通りの光景が広がっていました。
自分の見た未来が本当に現実のものとなることを改めて認識します。そして、いずれ殺すことを分かっておきながら、市場の少年を助ける自分に嫌気がさします。自分も半端なクソ野郎だったと。しかし、エルディア人が絶滅する未来も、ヒストリアが犠牲になる未来も納得できず、自分が見た未来通りの結末が、自分の望むものとなっていくことを実感していきます。難民キャンプでの宴会は、エレンと104期の仲間が楽しい時間を過ごした、最後の記憶となりました。エレンも、これが最後になることを決めていたのでしょう。そして、104期の仲間に幸せになってほしいという思いが、改めて、決して揺るがない固い意志となった出来事でもありました。そして、最後の頼みの綱であった、ユミルの民保護団体への望みもついえたところで、エレンは確信します。自分の見た未来が、自分の望むものと重なったことを。未来は決して変わらないことを。ここを境に、エレンは完全に単独で行動するようになりました。まず、エレンは自分の足を切断し、目をつぶして、負傷兵になりすまします。その目的とは、マーレ内部に潜入し、ジークと会うこと。そして、マーレ軍幹部を殺す気を伺うためでした。そこでジークと会ったエレンは、ジークの計画に賛同したふりをします。ここでのエレンのセリフを見てみましょう。この世に生まれないこと。これ以上の救済はない。俺の手で、巨人が支配した2000年の歴史に、ケリをつける。その日を迎えるまで、進み続ける。ピクシス曰く、うまい嘘のつき方は、時折事実を混ぜて喋ることです。前半部分は全くの嘘でしょう。エレンの思想に反しています。しかし、後半部分は本音でしょう。安楽死計画という方法ではありませんでしたが、エレンは巨人の消滅という結果に向かって進み続けました。そして、ジークに全てを委ねる、という旨の手紙を、ファルコを通して仲間に送ります。ここでのエレンのセリフを見てみましょう。自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは、進み続けた者にしかわからない。今だとこのセリフの意味が、はっきりとわかります。ここで言う地獄とは、地ならしへと向かう戦いのことでしょう。エレンは自分の先の未来を見ましたが、当初はそれをためらっていました。しかし、他の道が見つからず、未来が変わらないことを確信したエレンは、未来に強制されるのではなく、自分の意志で、自分の背中を押して、その地獄へ足を踏み入れました。そして、その地獄の先にある何かとは、巨人のいない世界です。巨人のいない世界が、平和なものになるのか。さらなる戦争を巻き起こすことになるのか。それは、進み続けたものにしかわかりません。そしてエレンは、舞台の下でライナーと密会し、俺はお前と同じだ、と言います。ここでの会話は非常に奥が深く、考察が長くなるため、また別の動画を出したいと思います。その後エレンは、ビリーの宣戦布告と同時に、レベリオを襲撃します。その計画とは、マーレ軍幹部を殺し、主力艦隊と軍港を破壊することで、世界がパラディ島に総攻撃を仕掛けてくるまでの時間を稼ぐこと。そして、王家の血を引く巨人、ジークの回収でした。しかし、エレンの中には、もう一つの決まった未来があったと思われます。それが、戦鎚を食うことです。エレンはこの後、地下牢から脱走する際と、シガンシナでマーレ軍と戦う際に、戦鎚の力が必要になります。戦鎚の正体と、その能力を、エレンが知らなかったことから、確実な未来が見えていたわけではありませんが、タイミング的に、戦鎚を食うなら今しかない。とは思っていたでしょう。その証拠に、巨人化直後、真っ先に戦鎚の可能性が高い、ビリーを食べています。また、うまくいけば戦鎚の巨人を食える。というセリフの裏にも、その真意があったと考えられます。そしてもう一つ、エレンが確実に分かっていたことがあります。それが、ここでライナーを殺せないことです。ライナーはこの後にも、シガンシナ決戦や、スラトア要塞でエレンと対面します。エレンはその未来も見えていたので、レベリオでライナーを殺す未来はありえないと分かり、撤退したのだと思います。それゆえに、ライナー、またな、と言って去っていきました。そして、撤退時の飛行船で、サシャが死んだことを知ります。エレンは、サシャが死ぬ未来は見ていませんでした。それは、俺の大切な仲間を、生き残れるかどうかもわからないまま戦いに巻き込んだ。というセリフからわかります。しかし、レベリオ襲撃以降の未来に、サシャがいないことは分かっていたはずなので、もしかしたら、サシャがどこかで死ぬかもしれない。という憂いを抱いていたかもしれません。それでもエレンは、この道を選びました。なぜなら、他の選択肢では、確実にヒストリアが犠牲になるからです。もしかしたら、サシャは戦線を離脱するだけで、生き残るのかもしれない。という淡い望みを抱き、それにかけたのでしょう。
しかし、結果的にサシャは死ぬこととなり、この表情を浮かべます。この表情は、淡い望みが打ち砕かれた悲しみと、自分の選択により、サシャを死なせてしまった悔しさが溢れていたものだと思います。また、そんな自分に対する憤りから、自重するような笑い声もこぼれました。これは、ハンネスさんが死んだ時の笑いと、近いものだったと思います。他のやり方があったら教えてくださいよ。この言葉は、エレンの心の底から出る叫びだったことがわかります。そして、地下牢から脱走したエレンは、レストランでミカサ、アルミンと対面します。改めて言いますが、うまい嘘のつき方は、時折事実を混ぜることです。ここでのセリフを見ていきましょう。俺は自由だ。俺が何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。これは、半分本音で、半分嘘です。前回も考察したように、この世界の全ては、エレンの望むように存在しました。ですから、レベリオ襲撃も、地ならしも、ミカサを傷つけることも、エレンの自由意志によるものです。全ては、巨人の消滅。という結果に向かうために必要なことでした。しかし、結局エレンは見た未来の通りに動いていたため、決まった未来にとらわれた奴隷であったとも言えます。無知ほど自由からかけ離れたものはない。確かに、外の世界を何も知らないまま死んでいく家畜は自由とは言えないでしょう。しかし、全ての未来を知ってしまったエレンもまた自由とは言えない存在になりました。もしかしたら、未知の世界を知りたいと追い求めている時こそが、最も自由な瞬間だったのかもしれませんね。そしてエレンは、アルミンを突き放しにかかります。アルミン、お前の脳はベルトルトにやられちまった。敵に操られているのはお前だろうが。こちらも半分本当で、半分嘘です。確かに、巨人になった者が、過去の継承者の記憶に影響される側面は、多少ありますが、操られるほどの影響は受けません。王家の血が始祖を継承した時に起きる不戦のちぎりは例外ですが、他のケースで巨人継承直後に操られるほど人格が変わった者はいません。今じゃ二言目には話し合おうだ。結局クソの役にも立っちゃいない。少なくともアルミンが話し合いを大事にしていたのは以前からです。この時も戦う前に、まず話し合う姿勢を見せるのは、本来のアルミンです。しかし、アルミンが兄を好きになったのは、ベルトルトの影響も大きいかと思います。ベルトルトの記憶の中に、役に立ちそうなものは何もない。と言っていることから、見た記憶のほとんどは、兄を眺める記憶だったと思われるからです。しかし、兄は以前から、アルミンを殺せなかったり、悪い人と思われたくなかったり、アルミンのことが好きな素振りがありました。そして、アルミンもまた、何かを隠して孤立している兄に対し、好奇心という形で気になっていたはずです。いずれにせよ、巨人になった者が、前の継承者に操られる。というような事実はないと思います。そして、ミカサに対する言葉も、半分本当で半分嘘です。アッカーマン一族に関しても、また別の動画で詳しく考察しますが、アッカーマンの由来や、強さの秘密は本当でしょう。しかし、ジークの言っていた通り、ミカサがエレンに向ける行為の正体は、アッカーマン一族の習性ではなく、エレンのためなら、巨人をひねり殺せるくらい、エレンが好きなだけです。頭痛の理由も、嘘を最もらしくするために利用した、無理やりついた嘘でしょう。その嘘とは、ガキの頃から、ミカサがずっと嫌いだった。というものです。この嘘の意図は、自分に執着するミカサを解放し、これからも続くミカサの人生を、幸せに生きてほしいというものでした。実際、エレンの本音は、一生俺だけを思っててほしい。と思うくらい、ミカサのことが大好きでしたね。その後エレンは、アルミンをタコ殴りにします。これらの行動はすべて、アルミンたちを突き放し、自分を討ち取らせるためでした。自分の真意がバレてしまっては、自分を殺すことをためらわせてしまいます。しかし、これは後に話しているように、膝蹴りまで入れる必要はありませんでしたね。自分でも、ちょっと何やってんだろう。って思いながら、勢いと流れに任せてやってしまったとのことです。エレンはミカサに、本音とはあまりにもかけ離れたことを言ったため、頭がおかしくなり、取り乱してしまったのかもしれません。その後エレンは、ピークと対面します。ピークに対する、この強気な姿勢も、先の未来が見えていたエレンにとって、ここで自分が死ぬはずがないという、確かな裏付けがあったからだと思います。そしてエレンは、ピークの共闘の誘いに乗ります。後に、アギトが奇襲を仕掛けてくることを知らなかったため、結果としてピークに騙されたことになりますが、このエレンの判断には、少し違和感があります。もちろんエレンは、ピークを 100% 信用はしてませんでしたが、この局面で、敵を仲間に取り入れるのは、リスクが大きすぎます。普通なら、すぐに殺すか、拘束して、仲間に食べさせるかするべきでしょう。
しかしエレンはピークの誘いに乗りました。その理由はまず、ピークの嘘がうまかったからです。ピークは一人取り残される父にエルディアの明るい未来を見せたいと事実を織り交ぜながら嘘をつきました。そしてエレンはピークのその言葉に多少なりとも心を動かされたと思います。なぜならエレンも同じ気持ちだったからです。自分が死んだ後にパラディの仲間たちにも明るい未来を見せたかったのです。その未来こそが巨人のいない世界でした。そして舞台はシガンシナ決戦に移ります。この中でもエレンに意味深な描写がありました。ジークがワインを飲んだものを巨人化させるため叫ぼうとした時、エレンは待てと言っています。エレンの計画では仮にワインを飲んでしまっても巨人の力が消滅することでその効果はなくなるはずでした。しかしジークが叫んだことでピクシス司令はじめ多くの同胞が巨人化し殺されてしまいました。エレンはその未来もこの時点では知らなかったのだと思います。そしてついに道にたどり着いたエレンは始祖ユミルに言います。俺がこの世を終わらせてやる。俺に力を貸せ。お前が選べ。永久にここにいるのか、終わらせるかだ。この言葉も地ならしへのミスリードでした。ユミルが永久にここにいることは巨人を永久に作り続けることを意味します。つまりこの世を終わらせるとは巨人のいる世界を終わらせるという意味だったのです。しかし一方でエレンは全てのユミルの民にこう告げます。壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。これはエレンの見た未来とは違う結末です。つまりエレンはここで嘘をつきました。ではなぜ嘘をついたのでしょう。それは自分が完全な悪役を演じるためです。エレンの計画とは自分を討ち取ったアルミンたちを英雄に仕立て上げることでした。そのためにはより多くの人類に自分が世界を滅ぼす悪魔であることを周知させる必要がありました。エレン・イェーガーという名前を世界に知らしめなければなりませんでした。天才と思われてはいけないのです。また8割の人類を虐殺した理由もそこにあります。脅しだけでは危機感が足りません。本当に人類が滅亡する危機一髪のところまで実際に滅ぼしかける必要がありました。その絶対絶命の窮地から人道を貫き世界を救うからこそアルミンたちが英雄となるのです。また1割や2割の虐殺では世界からの報復攻撃にパラディ島が耐えられません。パラディ島と世界の軍事力を均衡化させる必要もありました。そして今度はアルミンたちだけを道に呼び出します。ここでのセリフを見てみましょう。お前らが世界の自由を守るのも自由。俺が進み続けるのも自由。互いに曲げられぬ信念がある限り俺たちは衝突する。俺たちがやることはただ一つ。戦え。俺を止めたいのなら俺の息の根を止めてみろ。これは明らかに自分を殺させるように仕向けています。最後まで対話によってエレンを止めることを諦めなかったアルミンたちに対し話し合いの選択肢を消すことで戦うことを決断させる意図がありました。ただミカサだけは最後の最後までエレンを殺すことを躊躇していました。しかし長い夢を見る中でエレンを殺す決断ができました。この長い夢に関する考察も後ほど出そうと思います。このように勲章授与式で未来を見てから約5年間エレンは一人でこの未来を抱え込み進み続けました。今の自分とはかけ離れた未来の自分を見て別の道を探そうとしても見つからず徐々に未来通りの自分になりつつあることに焦りや恐怖を抱えていたことでしょう。また130話のこのコマにはグリシャに語りかけるエレンの視点、ベルトルトをスルーするダイナ巨人の視点が描かれていました。つまりこの時エレンは巨人の消滅という結果にたどり着くため人類を虐殺するだけでなく過去に干渉し母親を殺す選択をする未来の自分を認知しました。それはこんな顔になりますよね。頭がめちゃくちゃになったことにもうなずけます。それでもエレンは自分で決断しみんなをこの道に導きました。世界からはこの先何千年も平和への反逆者として語り継がれることでしょう。しかし最後に道で大切な仲間だけには自分の気持ちを伝えることができました。それは残酷な世界を生き抜いたエレンにとって唯一の救いだったと私は思います。ご視聴ありがとうございました。この動画は現時点での私の解釈をまとめたものです。理解することを諦めない姿勢で今後もさらに考察を深めていきたいと思っているので、ぜひ次の動画をお待ちください。